私の専門は近代アジア経済史と呼ばれる分野です。で、特に19世紀の東南アジアの経済発展に注目して研究をしています。で、古くから東南アジアっていうのは貿易が重要だと言われておりまして、で、私も東南アジアにおける国際貿易とか国際金融といった経済現象に単に数値を集めて整理して終わりではなくて、そこから得られる経済現象の裏にある経済の原因とか要因に迫るということを目指して研究しています。シンガポールはやはりイギリスの植民地都市でしたので、イギリスの商品っていうのが大量にシンガポールに入ってきて、シンガポールを経由して東南アジアに流通するようになっていました。で、そういうそのイギリスの商品、シンガポールでどういうふうに取引されていたのかということを知りたい。そういう時に使えるのが商業新聞です。で、その商業新聞にはですね、毎月毎週、商品の価格が掲載されていたんですね。で、そういう価格を見るといろいろ面白いことが分かってきました。1850年1月にシンガポールで、取引されたイギリスの、綿衣類の価格です。グレイの衣類っていうのがだいたい 2.2 ドルから 2.4 ドルの間で取引されていたと。じゃあ時代を経て、こちら1864年で同じような情報っていうのを得ることができまして、で同じ商品の価格を見ていくと、価格が 3.5 から 3.6、もっと高くなると6ドル、というところまでなっている。で、こういうその価格情報っていうのをですね、一つ一つ、細かく、集めて整理していくと、長期の系列で復元することができるんですね。このグラフで、言うとシンガポールのイギリス綿衣類の価格っていうのが設立直後からどんどん下がっていったと。で、ある時期に来るとポコンと山のようにこうなっていて、価格が急上昇してまた落ち着くというような動きがあるんですね。で、私自身はやはりこういう統計から得られる数値の裏にある、要因とか動機っていうのを見る、必要があると考えていますので、まず、イギリスの綿工業品、綿衣類の価格っていうのが下がっていったのは、やはりその裏には産業革命という、大きな歴史現象がありました。18世紀のイギリスで機械工業が発展して、そこで作られるようになった衣類というのはそれ以前にないほど非常に安かったんですね。で、それが世界中にイギリスから輸出されていた。で、シンガポールでもそのイギリスの綿衣類っていうのが取引されていて、どんどんと市場で安くなっていった。で、やはり安いと現地の人々も好んで買って使うようになっていったわけです。で、じゃあ一方でこういうふうに山のようになって価格が急上昇しているのはなぜなのかということなんですけれども、ここにはアメリカという国で起こった南北戦争、内戦が関わっていました。その綿花のほとんどがアメリカから供給されていたんですね。で、やはりアメリカで内戦が起こってゴタゴタすると、その綿花の供給がストップしてしまう。原料がないってことはやはりその原料に基づく製品の価格も一気に上がってしまうと。それがまさにシンガポールでも価格の急上昇として現れたというように、遠くイギリスやアメリカで起こった現象っていうのがシンガポールの市場にまで強く影響を与えている様子というのが、こういった現地の新聞の情報などから分かってきました。19世紀当時のアジアで広く流通していた貨幣っていうのが銀貨でした。じゃあシンガポールでどういうふうに銀貨が流通して、貿易とか商人の取引を支えていたのかっていうことを、知る必要があると考えました。で、その銀貨の動きを追うときに、非常に便利なのがシンガポールで発行されていた貿易統計です。こちら貿易統計の表紙なんですが、1847年に作られた統計で、この統計の中を詳しく見ていくと、このシルバーという項目ほとんどずっとゼロになっている、なかなかシンガポールに銀貨が回ってこない状況っていうのがあったんだろうなということが予想されます。一方で時代を経て1857年10年後の統計というのもあるんですね。
全く違った様子というのが現れてきて、そのシルバー、銀貨のシンガポールにおける貿易量っていうのを見ると、大きな数値というのが続々と並んでいるんですね。例えばイギリスから500万ドル輸入したり、フランスから300万ドル輸入したりと。1847年と57年で大きく異なっていた。それがグラフでも顕著に現れていて、だいたい1850年くらいから一気にシンガポールにおける銀貨の流通量っていうのが拡大していったという様子が統計から分かりました。で、やはり重要なのが、なぜこういうふうに急激にシンガポールにおける銀貨、お金の動きっていうのが活性化したのかという要因を探ることです。で、当時ですね、1850年代は世界で注目されていたゴールドラッシュという現象が起こっていたんですね。アメリカのカリフォルニアやオーストラリアで新たに金鉱が発見されて、たった15年間で未曾有の量の金が市場に供給されました。で、その金のほとんどっていうのがヨーロッパに流入して金貨として流通するようになって、ヨーロッパの経済っていうのがお金がどんどん回るようになって活性化したんですね。で、その一方でヨーロッパで使われなくなった銀貨っていうのが当時銀貨を好んで使っていたアジアに輸出されるようになりました。で、まさにシンガポールはイギリスやフランスとの貿易上のつながりを介して銀貨、ヨーロッパで使われなくなった銀貨を輸入してこう取引量を拡大する。で、シンガポールからさらに周辺の東南アジア、アジアの国々に銀貨が流れていって、シンガポールを中心に貿易や経済がどんどんと活性化していったんだということがわかります。このようにですね、銀という貨幣の動きがアメリカやヨーロッパの金という全く違う商品と深くつながっている様子というものも統計資料の裏では見えてきました。やはり19世紀の東南アジアっていうのは、西洋の各国に植民地化されたというある意味従属してしまったという非常にネガティブな視点で語られることが多かったです。しかし、東南アジアの経済活動にフォーカスを当てて、統計を使ったりしていろいろ調べていくと、そういったそのネガティブな歴史の裏で活発に非常にアクティブに経済を回していた現地の人々の様子というのも見えてくるんですね。で、そういったポジティブな側面に目を当てると、植民地化による断絶っていうそれ以前と以後で全然経済システムが違うんだっていう見方ではなくて、断絶を乗り越えるより長期のスパンで東南アジアの経済発展を見るという視点と歴史が現れてくるんですね。で、それはもっと大きな話で言うと、やはり東南アジアの現在の東南アジアの経済っていうものの基盤にそういう長い歴史的な経済発展があるんだという、今の私たちの生活にもつながってくるそういう歴史が見えてくる、と私は考えています。私の研究は歴史ですので、資料がないと研究は進まないです。でも資料があれば研究が進むかというとそう簡単ではなくて、より大事なのがどういう歴史の見方で資料を見るか、当時の経済の様子を捉えるかということなんですね。で、そうなると非常に重要になってくるのが、私自身の東南アジア、アジアを中心とした歴史の見方で、それはやはり資料を見ているだけではなくて、現地を訪れて今の社会や文化の状況を観察する、東南アジア現地に行ってフィールドワーク、現地調査というものもやってみたいと考えています。例えばこれまで非常に短期ではあるんですが、マレーシアのサラワク州というところを訪れた経験があって、そこでは熱帯雨林が切り開かれてプランテーションが広がっていく中で、現地の人々の生活が大きく変わっていく様子というものも見られました。で、そういった様子を私自身が観察することで歴史研究にもフィードバックしていきたいと考えています。そういった観察したことが私の意識の中に強く残って、それがアジア中心、東南アジア中心の歴史の見方につながっていくんですね。特に現地中心の歴史の経済発展の様子っていうのが
非常に明確に見えてきたりします。そういう、東南アジア中心の歴史の見方、これを私はとても大事にしています。